皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は福岡県の筑後市にやってまいりました。はい、我が家はですね、毎年夏休みとお正月は主人の実家の福岡に帰省しておりまして、その度に福岡をはじめ九州のいろいろな神社をお参りしているんですが、今回はですね、私がもうずっと来たかった神社なんです。実はね、私鬼滅の刃が大好きでして、このねとこママ情報局を長くご覧いただいている方はご存知かと思うんですけれども、かれこれ4年ですよね。無限列車を見てから本当に鬼滅の刃にはまりまして、それ以来もうずっと来たかった神社です。その名も溝口竈門神社という神社です。鬼滅の刃ファンの方だったらもう当然ね、その名前は聞いたことある、または訪れたことのある神社かもしれません。竈門神社という神社は九州をはじめね、全国各地に何社かあるんですが、その竈門神社の中でもこの溝口竈門神社は鬼滅の刃とはかなりゆかりが深いんじゃないかとファンの間ではささやかれている神社なんですよね。ではなぜそう言えるのか、そのあたりをねちょっと深掘りしながら見ていきながら、溝口竈門神社ご紹介をしたいと思います。現在公開中の劇場版鬼滅の刃無限上編第1弾は無限列車編に続いて大ヒット、興行収入も記録を更新中。私もすでに3回見ましたが、回を重ねるごとに感動が大きくなり、また見に行きたくなる、そんなすごい映画です。その鬼滅の刃の聖地は今や全国に点在し、ファンの方々が聖地巡礼を楽しんでいます。そんな聖地の一つがここ溝口竈門神社なのです。はい、いやもう本当にね、緑に囲まれた自然の中に白い鳥居が立っていました。こちらですね。はい、竈門神社の石の額がかかっています。では失礼します。名木百選クスノキ、すごい大きいクスノキがあります。ここにも境内は大きなクスノキが何本か立っていて、その緑に覆われてますね。これもかなりの古木じゃないでしょうかね。樹齢500年ぐらいは行ってそうな感じです。そして二の鳥居です。失礼いたします。このクスノキもすごいです。はい、正面に山門のような門があるんですけれども、ここをくぐる前に、まずこの溝口竈門神社一つ目のね見どころを見に行きたいと思います。それがこの鳥居なんですけれども、かなり古い鳥居ですね。ちょっと一旦くぐります。そして振り返って上の額を見てください。こちらの竈門神社と書かれている額がなんか金属製のね枠で覆われてるんですけれども、この枠がファンの人たちの間では禰豆子の箱に似ているというね、そんな噂になっているんですよね。言われてみればね、枠の感じは確かにそう見えなくもない。ただね、金属製で新しく
保護されるために作られた枠なのでね、昔からこういう感じだというわけではないです。面白い。禰豆子の箱。あまりこじつけで物事を考えたくはないですが、禰豆子の木箱のデザインの元がもしかしたらこの額かもしれないなんて考えるだけでなんだかワクワクしますね。はい、それではね、山門をくぐって、御社殿の方に進んでいきたいと思います。今日はね、夏休みなんですけれども、平日の午前中ということでね、誰もいません。静かにお参りできそうです。立派な山門ですね。で、実はですね、ここに、山門をお守る右大臣と左大臣がいらっしゃるんですが、ここでも実は鬼滅の刃につながるものを見ることができるんです。で、こちらですね、この方の身につけているお召し物の柄見てください。市松模様になっています。青いですけどね。面白い。市松模様はもう説明の必要がないかもしれませんが、炭治郎の羽織の柄ですね。この像自体はかなり古いものと思われます。袴の青い市松模様もだいぶ剥がれ落ちている状況を見ると、鬼滅の刃が世に出始めてからのものではないと推測します。ここまですでに鬼滅の刃とリンクするものが十分ありますよね。さあ他にはどうでしょうか。はい、真正面に御社殿が見えていますが、こちら手水舎ですね。はい。このレバーをゆっくり引き上げて水を出すんですね。なるほど。創建は1014年、筑前の国竈門山、現在の太宰府市より誕生され、当時溝口300個の氏神様として祀られました。元は溝口地区の西南の場所にありましたが、南北朝時代にこの地にあったとされる溝口城の北東、鬼門にあたる現在地へ移されました。まさに城を鬼から守るという役割を担っていたんですね。ご祭神は玉頼姫の命、初代神武天皇の母君でいらっしゃいます。この御社殿の彫刻がね、なかなか素晴らしいんですが、注目すべきはあの部分ですね。波の文様、まるで水の呼吸のエフェクトのような感じです。玉頼姫の命は、海神様の娘さんで、海とか波とか水とかにね、非常にゆかりのあるというか、そういった水や海を司る神とも言えるのでね、この模様は何ら不思議ではないですね。鬼滅の刃ファンとしては、水の文様の彫り物やご祭神が水の神様であるということも、鬼滅の刃に結びつけたくなる大きな要素ではあります。そしてなぜ水の神様が祀られているのかというところですが、
かまどにかけて古くから台所の火事・火難除けのご利益があるとされているというところから来ているのだと言われています。御社殿の屋根の上部にも素敵な波の文様を見ることができます。実は鬼滅の刃の聖地としての竈門神社はもう一社あって、こちらは太宰府にある宝満宮竈門神社。筑後市観光協会によりますと、溝口竈門神社はこの太宰府の竈門神社から1014年に誕生されたものということです。この太宰府の竈門神社も太宰府政庁の鬼門除けとしての役割がありました。どちらも鬼から重要な場所を守っていたのですね。ただ筑後市の溝口竈門神社がより鬼滅の刃とのつながりがあるのではないかと思わせる場面が無限列車編の中にあるんです。その場面がこちら。煉獄さんが炭治郎に刀を色を尋ねるシーン。何の脈絡もなく溝口少年と名字を呼び間違えるのです。劇場版でもしっかりこのシーンはそのまま再現されていました。かなり不思議な場面で、当時私もなんで溝口となりましたが、作者の後藤家小夜春先生が福岡のご出身で、しかも溝口竈門神社という神社があるということを知った時、これは絶対そうじゃんと思いました。おそらく多くのファンの方もそうだったに違いありません。公式に発表されていることではないのですが、ファンの方々による考察によって聖地が見つかり、想像しながら巡るというのはとても楽しいものですね。時折小さな鬼殺隊も訪れているようです。みんな可愛いですね。絵馬掛けにはキャラクターの描かれた絵馬も多く飾られています。みんな上手なんですよね。この日は午前中に伺ったため、あいにく社務所は閉まっており、御朱印は授かれませんでしたが、掲示されていたので拝見だけでもできてよかったです。また千灯明というお祭りが有名で、高さ約20メートルの櫓に火が灯ると、南北朝時代にこの地区にあったと言われる溝口城の天守閣が浮かび上がり、とても幻想的なようです。筑後市の無形民族文化財にも指定されています。ちょうどこの動画が配信される頃なのではないかと思います。お近くの方はぜひ足を運んでみてくださいね。最後にちょっとおまけ。こちらはお手洗い。ここにも炭治郎と禰豆子のモチーフがデザインされていました。大人気鬼滅の刃ですが、コスプレ撮影は他の参拝者の迷惑にならない範囲で。筑後市観光協会のホームページには注意事項も記載されていますので、マナーやルールを守りながら聖地巡礼を楽しんでくださいね。はい、溝口竈門神社いかがでしたでしょうか。筑後市の田園地帯の中にポツンと鎮座する、非常にねこう緑にあふれた素敵な神社でした。アクセスがねなかなか難しいところでありますので、そんなにね大勢の方がどっと押し寄せるところではないですけれども、やはりお祭りの時とか何かイベントの時には鬼滅の刃のねコスプレをした皆さんがすごくね集まるみたいなんですよね。いやそんな場面にもね、遭遇したかったなと思いますけれども、鬼滅の刃ファンの私としてはこの聖地にね来てお参りができたっていうのはもう本当に嬉しいです。良い記念になりました。作者の方がね本当にね、この近くに住んでいるのかどうかっていうのは謎ではありますけれども、そういった妄想も楽しみながらね、まだまだこれからも鬼滅の刃の世界は楽しんでいきたいと思います。実は近くにもう一つ鬼滅の刃の聖地があるんです。そちらに向かいました。福岡の太宰府天満宮に次ぐ九州二大天満宮とされる水田天満宮。こちらは全国唯一
恋の神社である境内社があることで有名なのです。その名も恋の木神社。看板にはピンクのハート、御社殿も赤とピンク、そして鳥居などにもハートの装飾がふんだんに施され、見た目ももうラブラブな雰囲気満載の神社です。そして鬼滅の刃で恋といえば恋柱甘露寺みつりちゃんですよね。キュートな見た目としなやかで力強い戦闘スタイルが超絶すごいですよね。この恋の木神社はそんな甘露寺みつりちゃんの聖地となっているんです。見てください。御社殿に飾られたハートハートハートという具合に可愛さだけが目立ちますが、その歴史は古く、鎌倉時代水田天満宮の末社として創建され、恋の命という御祭神を祀っています。もちろん良縁幸福の神様、恋の神様として古くから親しまれているとても由緒ある神社なんですよ。ここ数年は鬼滅の刃の聖地として多くのファンが訪れるようになり、みつりちゃんの刀の唾を思わせるこの場所は絶好の撮影スポットになっています。でも実はこの石は鬼滅の刃連載のずっと以前から設置されていたもの。決して撮影スポットとして作られたものではないんです。もともとハートの形は魔除けの模様として神社ではよく見られるものとなると、甘露寺みつりちゃんのモチーフももしかすると作者の方がここからインスピレーションを得た可能性もあるんじゃないかしら。ここはまさに甘露寺みつりちゃんの聖地と言えるんじゃないかしらと思ってしまいますよね。しかも溝口竈門神社からもほど近く、この筑後市は鬼滅の刃の世界にぐっと近づけるまさに聖地と言えそうですね。メインとなっている水田天満宮もとても立派で素敵な神社でしたので、ぜひ参拝に訪れてみてくださいね。筑後市で聖地巡礼を楽しんだ後は、車を走らせお隣の八女市へ。八女市といえば高級日本茶の産地として有名ですよね。ぜひこの八女市で抹茶スイーツが食べたいと思いやってきたのは八女茶専門店お茶村。1階の売店にはたくさんの種類の八女茶や抹茶スイーツなどがずらり。2階が茶畑を眺められるとっても素敵なカフェになっています。目の前には青々とした茶畑が広がります。なかなかの絶景です。こちらは抹茶ラテと抹茶のベイクドチーズケーキ、抹茶パフェとほうじ茶、あんこや抹茶ゼリー、アイスなどがグラスに盛り付けられ、とてもおしゃれ。数量限定の抹茶モンブラン、どれも濃厚で抹茶の美味しさを存分に楽しめました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。